宇宙は空体または物質母体とも言うべき異及び異体から分裂した運動意識を有する最小単位の物質原子体意志を総子とする。この意志は吸引廃脚力によって他の意志群と修正運動を開始し、その修正体には意志の有する単純な機械的運動意識の集積として積極的合目的的活動能力を有する意識が生じる。この意識は修正体内の意志群をより高度な組織体に発展させるため、万物創造の気力として電性意識力と理性意識力を生み出す。この両力は同一修正体内で包容交互の作用関係にあって宇宙万物の造成を営む気力として活動する。この両力の発展的創造的自己運動の悠久なる過程で、宇宙が完熟、太陽、星、地球などは意志群が修正から凝集、凝固へ進み固体化したもので、元素や生物、人類などはこれらの固体から第二次的に生まれた。宇宙創造第二次時代において、電性理性の両意識の積極的な合目的的活動によって単純な意志の修正体が各種の凝固体群へ発展し、完熟宇宙への基礎工事を完了するのを見た。すなわち不安定固体としての中間微子及び凝固年体としての未熟電子の創生である。中間微子は意志の単純な結晶体であり、未熟電子は意志の熱性高凝固体である。この2つの結晶体は完熟宇宙形成の基本的条件である有核体物質の産出には不可欠の要素である。ここで最も原始的な有核体物質である完熟電子の生成を述べるにあたって注意を要することは、この完熟電子は未だ陰陽の性質を持たない単純な結晶微粒子である点である。我々が今日陰電子陽電子と呼んでいるものはこの完熟電子の発展体である。この時代の宇宙界を占める微粒子の種類は先の2種類の他に未凝固の単位意志群である。単位意志は凝固前の意志の集体である。完熟電子の構成要素は中間微子、未熟電子、単位意志の3者である。その形成はまず凝固年体群から放射する年熱線、すなわち未熟電子の凝集体に飛び込んだ中間微子と単位意志の結合したものがさらに未熟電子と結合する。1、構成要素の結合過程。各要素の結合過程はまず意志の凝固体群から放出される不安定固体としての中間微子が放出されると同時に集団体の外核に凝固体へ進もうとして散乱している単位意志に衝突する。その瞬間に中間微子は自己の強い吸引力によって軽い単位意志を吸着する。ところがそこには年熱線が放射されていて、いわゆる未熟電子群が待ち構えている。そこで第二次的に未熟電子と結合するのである。この結合が強固になされる理由は未熟電子が高熱性であるためである。この熱の作用で強固に結合し得る未熟電体としてのこの3者が結合することによって初めて完熟電子が生まれる。2、電子核の成立。完熟電子は有核体物質である。それでは核はどのようにして生まれるのであろうか。中間微子、未熟電子、単位意志の3者はそれぞれが吸引、廃却の力を持っていて、各自が独立の運動をしながら結合する。したがってその結合は各自の相引く力の均衡点に安定して保たれる。まず凝固度の最も高い中間微子は凝固度のやや低い未熟電子よりも運動性に欠けている。そこで中間微子は単位意志を従者のように引きつけたまま中心となり、共に吸引、廃却運動をなす。これに対して運動性の強い未熟電子は中間微子と単位意志の結合体の吸引力に引きつけられて、自らも吸引、廃却の運動をしながら一定間隔を隔てて逃げもせず近づきもせず、しかも各自の引力によってそれぞれが自転運動をするために中間微子と単位意志との結合体の周囲をぐるぐると旋回する。こうしてこの3者の結合体はその中心にある中間微子と単位意志の結合体が核となり、その核の外にやや離れて周囲を旋回する未熟電子の旋回線が完熟電子の外核線となる。ここに我々は最も原始的な有核体物質の成立を見るのである。これが将来
諸物体を構成するのに重要な要素としての完熟電子の実体である。しかしこのような有核体物質の創生はそれぞれの電性理性両意識力の積極的活動の賜物である。それは完熟電子の構造内の意識力と外界の強大な意識力の相互の操作活動による創生物である。一個の微粒子の意識力は大集団体としての意識力の部分的活動体である。したがって完熟電子そのものの内部に電性理性両意識力が充満して、その構造保持のため相互に力を浸透し合っていることは当然である。各微粒子がその力の均衡点に定着しているのは単に電磁力のみによるものではないことを明記しなければならない。すべての物体は意志の結合物である。そのためその電体としての発力形式は意志の結合度合いによって左右される。陰電体は同じ電体であっても意志の結合密度が非常に高く、あたかも一点に等しいほどの凝集がなされたものである。したがってその力の出し方は吸引力よりも反発力の方がはるかに大きい。意志があまりにも強度に凝固しているために内部に強い吸引力を生むだけの空間が少ない。そのため他の力の浸透を受けると強い反発力を示す同じ電体でありながら、このような発力形式を持つために陰電気を帯びている物体とみなされる。それは意志の結合度が高いだけのことである。陽電体は陰電体と異なり意志の結合密度が荒く、その内部に空間が多いために力の出し方も吸引力が強く、それが強いために廃却浸透力も強い。陰陽ともに同じ重量の物体ならばその体積は陽電体の方が大きく力も強い。それは1に意志の結合度が高いか低いかの差で発力が異なってくる。陰陽ともに同じ電磁体であるが発力形式が異なっているためにこの区別がある。陰電子とは先の完熟電子の発展体である。この時代の宇宙界で引力が最も強大なのは凝固年体の集団体である。その放射する年熱線、すなわち未熟電子体は全宇宙界を灼熱化してあらゆる凝固体群の結合を容易にする。またさまざまな結合体を吸収し再びこれを宇宙界に放出する。陰電子は完熟電子が凝固年体群の中に吸収され、高熱の中でさらに原型のまま圧縮固結されて再び宇宙界に放出されたものである。それは有核体物質として最高度に固結されたものである。分解電子とは完熟電子が空間において他の完熟電子その他と衝突し、または凝固年体へ吸収される際にその激烈な衝撃を受けて分解されたものである。その分解電子は次の2種類である。強分解電子と弱分解電子である。